タキシードを着たように見える猫。このタキシード猫には多くの知られざる真実がありました。タキシード猫とは黒と白の2色のバイカラーと呼ばれる毛色の一種です。白黒猫とも言いますが、黒の比率が多いタキシード猫は黒白猫と呼ばれることもあります。頭や背中、尻尾が黒く、顔や胸元、お腹、足先に白が入り、V ネックで前足は袖のような模様になっているのが特徴です。これがタキシードを着ているような柄に見えるのですね。蝶ネクタイをつけるとさらにそれらしく見えて素敵です。同じタキシード猫といえども、柄の入り方は2つと同じものはありません。例えばタキシードの前はきっちりと締めている猫とラフに開けている猫がいたり、顔にはヒゲのような模様があったりします。そのヒゲも黒いちょびヒゲや顎ヒゲだったり、黒いマスクに白い口ヒゲだったり、そして靴下を履いている子もいて、その靴下はハイソックスだったり短い旅だったり、とにかく同じタキシードでも模様の入り方は様々で、とてもファッション性豊かなのです。黒白猫は黒猫に白斑遺伝子と呼ばれる部分的に毛色を白くする遺伝子が加わることで生まれます。その黒と白の入り方にも法則があり、母親の体内で子猫の表皮が作られる際、早めに表皮が形成される背中から絵の具を垂らすように黒色がついていきます。そしてその途中から白斑遺伝子が働き始めるため、表皮が遅めに形成されるお腹や足先は白くなりやすいそうです。お腹側が黒くて背中側が白い猫がいないのは、このような理由があったからなのですね。白黒猫の柄の一つでもあるタキシード猫は日本では雑種でよく見かけますね。ただし単なる毛柄の名前であるため、実はさまざまな品種にまたいで多様なタキシード猫を見ることができます。例えばマンチカン、ブリティッシュショートヘア、メインクーン、スコティッシュフォールド、ノルウェージャンフォレストキャットなどにもタキシード猫は存在します。短毛種もいれば長毛種もいて、一口にタキシード猫といっても種類は豊富なんですね。欧米ではよくタキシード猫は賢いと言われるそうです。他の猫より2倍知能が高く学習能力に優れているという人もおり、タキシード猫にパズルを解かせたり芸を覚えさせようとすると素直に取り組むんだとか。タキシード猫を表現する呼び方は他にも様々あります。古い日本語では担ぎと呼んでいました。これは平安から江戸時代、高貴な女性が外出時に顔を隠すために頭から衣をかぶっている様子に似ていたことが理由です。そんな昔から日本にタキシード猫は存在していたのですね。また欧米ではマスク&マントと呼ばれることもあります。顔の下の部分のみが白いタキシード猫は、まるで黒いマスクをかぶり黒いマントを羽織っているように見えるからです。バットマンと言われることもありますね。怪盗っぽくてかっこいい姿がよく表現されていると思いませんか？その他にもおでこから漢字の8の字に割れている模様は8割れと呼ぶなど、よく知られた名前もタキシード猫の一部に入ります。まるでパーティーや会議にでも参加するような清掃をしているタキシード猫。実際の性格は活発で落ち着きがなくお調子者なタキシード猫も多いです。そんな子たちのおちゃらけた行動はそのかしこまった姿とのギャップでさらに面白くなります。清掃は窮屈だと声を上げているような元気いっぱいのタキシード猫は可愛らしく見えますね。
一部の専門家により、タキシードネコは成長が早いと説かれています。一般的に子猫は目が開くまでに1から2週間かかりますが、タキシードネコは他の猫より24時間早く目が開く傾向にあるとか、生後約6ヶ月で性病のような大きさまで成長し、いつの間にかこんなに大きくなったのかと驚く飼い主の方は多いそうです。バステトという猫の神様でも知られるように、エジプト人が猫を崇拝していたことは割と有名です。しかし、エジプト王家の墓で見られる猫の 70% がタキシード猫であることは、ほとんど知られていないでしょう。今では多くの猫がそれぞれの家庭で崇拝されていますが、肉球の色はメラニン色素の量と関係しているため、メラニン色素が少ない白猫はピンク、メラニン色素が多い黒猫は黒になるのが一般的です。白と黒の両方の経路を持つタキシード猫は、肉球の色は黒とピンクの縁になるか、黒い毛の割合が多いため肉球も黒になるか、どちらかの傾向です。稀にピンクの肉球のタキシード猫もいるようです。タキシード猫は欧米では特に有名で、トゥイーティーバードのライバルシルベスターや、クリントン元アメリカ大統領の愛猫ソックスなどが知られています。シルベスターはアメリカ空軍のマークに使われたり、ソックスはホワイトハウスの案内キャラクターになったりと、あらゆる場所で人気を博しました。また歴史的な著名人であるニュートンやベートーベンにシェイクスピアもタキシード猫を飼っていたという説があります。個体差はありますが、一般的にタキシード猫は遊び好きで活動的な性格と言われます。人懐っこく社交的で甘えん坊な子が多い傾向にあるようです。ちなみにクリントン元大統領の愛猫ソックスは、見た目通り紳士的な性格として知られていました。猫の瞳の色は肉球と同様にメラニン色素の量によって決まります。タキシード猫の場合は色素が多い順にカッパー、アンバー、ゴールド、イエロー、ヘーゼル、グリーンと多様な瞳の色があります。三毛猫やサビ猫はほとんどがメスであるといったように、経路によって性別が決まる場合があります。しかしタキシード猫はメスもオスも同じくらいの確率で生まれるため、どちらが多いということはありません。保護猫の里親募集などでタキシード猫は残ってしまうことがあります。どういうわけか、黒猫や黒っぽい猫は選ばれにくい傾向があり、このような猫は養子縁組に時間がかかるそうです。猫を迎えるなら、そういった猫を積極的に迎え入れたいものですね。タキシード猫の15個の真実、驚いたものはありましたか？コメントや高評価をいただけると嬉しいです。